こんにちは、もかです。今日は以前、ブラックオパール風のペンダントトップを母にあげるために作ったんですけれど、イヤリングも欲しいということで、イヤリングを作ろうと思います。それで、四角いイヤリングを持ってないということだったので、こちらのモールドを使って作ろうと思います。イヤリングはこちらの貼り付けタイプのものを使います。ペンダントトップの時と同じ、色合いでやろうかと思ってるんですけど、ホロも同じダイソーで買ってきた2つのホロを使います。青はちょっと作って余ったのがあったので、この青を使おうと思います。 NR クリアカラーのブルーとレモンイエローが混ざっています。で、黒は以前100均のパステルで作ったんですけれど、効果があんまり良くなかったので、ピカエースの透明顔料というのを買ってみました。で、今回はこれで黒を作りたいと思います。では作っていきます。今回はモールドなので表側の方から作っていくことになるので、先に透明のレジンを少し入れます。このモールドは一応鏡面仕上げなので、竹串を使うと傷がついてしまうかもしれないので、これを使おうと思います。これで一度硬化します。はい、硬化が終わったので2層目を作ります。2層目はこの出来上がってるレジンを入れます。フォローを入れます。ペンダントトップの時にフォローを入れすぎちゃった感じがあったので、今回はイヤリングなのであんまりキラキラしても両方につけるのでね、あれなのでこのぐらいでいいかな。はい、じゃあこれで硬化してみます。硬化してる間に黒を作ります。どのぐらい入れたらいいんでしょう。あんまり顔料を入れすぎると効果が悪くなるので、でも透明顔料だから大丈夫なのかな。ちょっと初めて透明顔料というものを使います。
こんな感じで作っておきます。はい、では硬化が終わったので黒を上にのせます。これで硬化します。ちょっとここバリが出ちゃってるんですけど、出来上がってから削ります。イヤリングパーツなんですけれど、ここの間がちょっと狭くって、耳につけた時に痛くないようにちょっとだけ広げました。こっちも広げます。こんな感じですかね。はい、硬化が終わりました。で、ここの真ん中のところにちょっと角が立ってしまったので、カッターで削って平らにしました。コーティングします。これで硬化します。硬化できたので外します。やっぱり透明顔料の方が普通のパステルの顔料よりも硬化時間が早いです。これ、それでも、2分を3回、6分ぐらいやりましたけれども、最初の2分でほとんど固まっていました。あとちょっと表面がベトベトしていたので、2分ずつ足して6分硬化しました。こんな感じになりました。先にバリを取ってから上をコーティングします。これで硬化します。一つ目に作ったのがちょっと黒っぽくなってしまったので、もう少し青っぽいのも一つ作ってみました。そして、下の黒を少し薄くしてやってみました。でこれで青が綺麗に出るかどうか試しも兼ねてやってみます。
硬化が終わりました。外します。よいしょ。固まったので外してみます。ちょっとまたバリができたのでバリをきれいにします。はい、できました。金具はネジとバネのタイプのものを使いました。大きさはこのぐらいの大きさになります。ちょうど耳たぶ隠れるくらいの大きさかなと思います。でこちらは最初から作ってたやつなんですけれども、以前作ったペンダントトップと同じような色合いにしようと思ったら黒っぽくなったので、もう一つ青っぽいのも作ってみました。それで結局母はこっちの黒っぽいのをつけてみたいということでこれをあげることにしたんですけども、青の方もまあ綺麗にできたんじゃないかなと思います。上の青のレジンの色は若干こっちの方が青い顔料を足して青は強くなってますけれど、色の出方は後ろの黒を薄くするか濃くするかでこういう感じの色の変化になるみたいですので、お好きなように黒を薄くすれば青がこうやって綺麗に出ます。その代わりちょっと金具が透けて見えちゃうんですけれども、この辺はもうちょっと黒を濃くしても大丈夫なんじゃないかなと思うので、興味のある方は加減して黒の濃さを調整して作ってみてはいかがかなと思います。でこういうのはうちの母はちょっと年配なんですけれども年代関係なくつけれると思うのでプレゼントとかにもいいんじゃないかなと思います。でモールドがあればホロ私は2色ホロ使いましたけど1色でも全然作れると思うので簡単だと思いますしお手軽に自分でも楽しめると思います。私は基本的にあまりこういうキラキラしたのはつけないのでこっちの方は友達にプレゼントするか姉にプレゼントするかしたいと思っています。キラキラが好きな方にはとっても綺麗でいいんじゃないのかなと思います。今日はこれで終わりです。